さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとめちゃくちゃ滑らかなテリーヌ、こちらご紹介したいと思います。最後まで作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、パウンド型ですね。パウンド型で用意してます。紙だけちょっと引いてもらって、これさえあればできますので用意しておいてください。はい、じゃあちょっと作っていきます。これビターチョコレートにミルクチョコレートを混ぜます。ミルク入れるとちょっと味に深みが出るんで、これね、チョコレートを混ぜるって結構おすすめです。ビターとビターとかで混ぜても大丈夫です。これきび糖ですね。できび糖も上白糖とか、グラニュー糖とかも全然できるんですけど、きび糖でちょっとコクが出るじゃないですか。なのでチョコレートが結構高級な味に変わるのできび糖を使ってます。あとこれバターですね。バター全然溶かしとくとか柔らかくしとくとか全く必要ないので、硬いまんまこうやって入れてください。でこれをラップをしてもらって溶けるまでやっていきたいと思います。はい、これ今溶かしたやつですね。これをしっかりちょっと混ぜてください。でもし溶け残りがあったらもう一回チンすれば大丈夫なので、ここでしっかり混ぜておきます。こんな結構サラサラで熱々ですね。熱い状態にしといてください。この後これに卵を入れていったらもう完成しちゃうので、こんな感じですね。これでバッチリです。はい、これ溶かしたチョコレートのところに割った卵ですね、ちょっと入れます。半分ぐらい、1個分ぐらい入れましょうか。事前に溶いたりしなくていいので、こうやって入れていってください。でこれ入れた瞬間ちょっとこうもろもろっとこう分離しちゃったかなみたいになるんですけど、これもう全然気にしないでいいんで、しっかり混ぜてください。でもう1個入れます。卵も事前に温めたりする必要ないので、もう淡々とどんどん入れていけば完成すると思います。はい、これちょっとモロモロしててもしっかり混ぜていけば、こういうとろっとした感じになります。なんか分離しちゃったりしたら混ぜが足りないので、しっかり混ぜて、こういうちょっとなんかマヨネーズじゃないんですけど、これ乳化してる状態なんですね。とろっとしてる方が焼いた時に口どけが良くなるので、必ずここまでしっかり混ぜてください。はい、これ今型に流したんですけど、バットを引いてここの周りにこうやってお湯を流して湯煎焼きしていきたいと思います。見せるようにここでお湯張ってるんですけど、オーブンの近くで流してください。で周りに張ってるのは、これ型によっては水がこう染み込んでっちゃうので、今回これは染み込まない型なんですけど、念のためこうやってやって焼いていきたいと思います。さあ焼けました。これぐらいですね。ちょっとね真ん中がプルプルってしてるんですけど、わかんないかな。あんまり斜めにすると倒れちゃうんですけど、こんな感じですね。焼き上がりこれで粗熱取って、その後冷蔵庫入れておきます。はい、これ粗熱取れたらしっかり冷蔵庫で冷やして、ちょっとこれ切ってみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですよ。柔らかいんで。さあできました。見てください。とろっとして美味しそうですよ。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。これ今見えなかったですよね。めちゃくちゃ柔らかい。うまい。マジうまい。めっちゃ滑らかです。いくらでも食える。さあポイントの3ですね。これ作ってる時に卵とチョコレートを混ぜたと思うんですけど、これ結構しっかり混ぜてください。で艶やかにこう分離してない状態を乳化した状態っていうんですけど、乳化した状態だとこの焼き上がりもこう滑らかにできるんですよ。で分離した状態でやっちゃうとちょっとねこうザラザラしたりとか、あとここ今焼いたところへこんでないんですけど、結構バコンってへこんで焼けちゃったりします。そうするとあんまり美味しくないので、そこはちょっと守ってみてください。でポイントもう1個なんですけど、あと焼き方ですね。今回湯煎焼きでやったんですけど、バットを引いて直接お湯に触れずに周りにこうお湯が入ってれば十分湯煎焼きになるので、それでぜひやってみてください。チーズケーキとかと焼き方一緒なんですけど、そうするとより滑らかに焼けると思いますので、そこも守ってやってみてください。
今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。